識人質の古参 SE が退職したが全部ドキュメント和美でした。俺の頭にある知識が欲しけりゃ金払え。5年分のナレッジ完備ですが。これは、俺の頭に全部は言ってると豪語する古参 SE の話。俺は27歳の SE。IT 中堅企業で社内システムの運用保守を担当してる。うちの会社には20年以上基幹システムを管理してるベテランがいる。俺の頭に全部は言ってるからドキュメントを必要ねえよ。このベテラン、とにかくドキュメント化を一切しない。設定値も運用手順も全部頭の中だけ。マジか、それやばくない？こういう老害マジで迷惑。DB のバックアップ設定について教えていただけますか？はあ、前に教えただろ。いえ、まだ聞いてないかと。メモ取ってねえのかよ。使えねえな。そう言われても教わってないことはメモできないよな。今の若いやつは記憶力がねえんだよ。俺なんて一度聞いたら全部覚えられるけどな。教えてないのに逆ギレとか最悪。こういう老害ほんと消えてほしい。こんなことが日常茶飯事だった。ベテランさん、DB が応答しなくなりました。ああ、またか。ちょっと待ってろ。このコマンド打って。どんなコマンドですか？教えていただけますか？今は緊急対応中だ。後で教える。はい。でも俺はベテランの操作を横から観察してメモを取っていた。えらい。地道な努力が大事。よし、復旧したぞ。ありがとうございます。さっきのコマンドについて教えてください。ああ、もう忙しいんだよ。また今度。結局教えてもらえなかった。でも自分でログを確認して実行されたコマンドを特定した。それをナレッジベースに記録していく。これは努力の賜物だな。ベテランさん、サーバーのパスワードを教えてください。パスワードを？そんな重要な情報を簡単に教えられるか。必要な時は俺を呼べ。はい。これも完全に知識の独占だった。でも俺はパスワード管理ツールを導入して適切なアクセス権限を設定する計画を立てていた。準備万端じゃん。リッチの周到さすごい。ベテランさん、運用手順書を作りませんか？何かあった時に困りますし、ドキュメント作る時間があったら仕事しろ。わからないことがあったら俺に聞けばいいだろ。でも聞いても怒られるし。はあ、俺が怒る？お前らが覚えないからだろ。まあ、こんな感じで完全に話にならない。典型的な老害じゃん。でもこういう人マジでいるよね。ベテランさんしか知らないシステムが多すぎる。引き継ぎのためにドキュメントを作成してください。俺がいなくなったら困るって認めるわけだ。でも忙しいからドキュメント作る時間ないんだよね。業務命令です。じゃあ残業代出してくれるんだよね。20年分の知識をドキュメントにするんだから相当かかるぜ。検討します。結局課長も何も言えない。ベテランは完全に会社の弱みを握ってる状態だった。これは完全に人質じゃん。会社側も弱すぎる。でも俺には秘密の武器がある。新人の頃からベテランの言動を全部記録してきた。怒られながらも質問してその回答を全部ドキュメント化。障害対応のたびにベテランの作業を観察して記録。サーバーの設定ファイルも全部バックアップして解析。5年間かけて社内システム全体のナレッジベースを構築した。おう、準備してたのか。これは期待できる。システム構成図、ネットワーク図、DB スキーマ、運用手順、障害対応手順、バックアップ手順、過去5年間の全障害履歴と対応方法。よくある質問とその回答集も完備。でもまだ誰にも見せてない。ベテランに見つかったら潰されるからな。賢い。5年も準備してたとかすごすぎる。みんな報告がある。何でしょうか。大手 IT 企業からオファーがあってな。年収 1.5 倍だとよ。1ヶ月後に辞めさせてもらう。1ヶ月後。ちょっと待ってください。引き継ぎが1ヶ月で全部は無理だな。20年分の知識だぞ。完全に会社をなめてる。こういうやめ方マジで最低。
ベテランさん、もう少し在籍期間を延ばせないか。まあ条件次第では考えなくもない。どういった条件でしょうか。半年は残らないと引き継ぎは無理だな。ただし月給100万円上乗せしてもらう。月100万。それと退職後もコンサルとして契約してもらう。月100万円で3年間な。何かあった時に相談に乗ってやるよ。半年で600万、退職後3年で3600万、合計4200万円とか完全に恐喝じゃねえか。やばすぎる。完全に足元見てる。基幹システムが止まったら会社が回らない。仕方ない。条件を飲むしか。待ってください。君はイッチ君だったか。私がシステムを引き継げます。一致くん。はあ、お前に何ができるんだよ。お前なんてまだ5年目のペーペーだろ。俺の20年分の経験にかなうわけないだろ。20年分の知識を1ヶ月で習得できるとでも。いえ、すでに準備は整っています。どういうことだ。新人時代から5年間かけて全システムのナレッジベースを構築してきました。はあ、ナレッジベース。笑わせるな。実際の現場は机上の空論じゃ動かないんだよ。一致くん、気持ちはありがたいな。やはりベテランさんの経験には及ばないだろう。せめてナレッジベースを見ていただけませんか。まあ見るだけなら。時間の無駄だと思うけどな。どうせ大したことないだろう。この余裕ムカつくな。でも一致頑張れ。それではナレッジベースをご覧ください。まずシステム構成図です。センサーがネットワーク付き、データベースの構成用図解か、 IP アドレス、ポート番号、依存関係も全て記載。おお、これは詳しい。次に DB の設定値欄です。各パラメータの設定理由と推奨値を記載。バックアップ設定、スコア手順を管理。こんなの初めて見た。一致有能すぎる。これは完璧だな。ベテラン並みだね。運用手順書には日時、月次、年次の全処理を記載。実行するコマンド、確認項目、常時の対応もすべて。さらに過去5年間の障害履歴、発生日時、原因、対応方法、際は希望施策をすべてデータベース化。なんとこんなものが社内にあったとは。ちょっと待て。そんなの役に立たないぞ。実際の障害対応は経験がないと無理だ。そのための FAQ も用意しています。ベテランさんへの質問とその回答を5年分蓄積。キーワード検索で必要な情報がすぐ見つかります。すげえ。完璧じゃん。イッチ君、これは本当に素晴らしい。しかし実際に運用できるかどうか。講師用1ヶ月の使用期間を設ける。ベテランさんは1ヶ月後に退職。その後イッチ君がシステムを運用してみて問題なく回ればベテランさんの条件は受け入れない。はあ、1ヶ月で絶対に障害を起こすから。そしたら俺の条件を全部飲んでもらうからな。やってみせます。一致を応援してる。頑張れ。ベテランが退職した。ここからが本番だ。日時処理はナレッジベースの手順通りに実行。問題なく完了。一致。手順書めっちゃわかりやすい。俺でもできそう。それが狙いだからな。誰でも運用できるようにドキュメント化したんだ。そして運用していく中で気づいたことがある。ベテランのやり方、実はめちゃくちゃ非効率だった。例えば月次処理、ベテランは全部手動でやってたから3日かかってた。でもスクリプト化したら3時間で終わった。マジで24倍の効率化。バックアップもベテランは週1回手動実行。これは自動化して毎日実行するようにした。これでデータ保護も強化された。ベテラン、実は無能だった。古いやり方にこだわってただけじゃん。さらにもう一つ大きな変化があった。そしてもう一つ重要な発見があった。ベテランのシステム設定、実は冗長な部分が多かった。不要なログ出力が大量にあってディスク容量を圧迫していた。これを整理したらシステムのパフォーマンスも向上した。一致。レスポンス早くなってない？不要なログ出力を削減したからな。ベテランは20年前の設定をそのまま使い続けてたんだ。すごいな。ベテラン、完全に老害だったな。新しい方が良いこともあるんだね。
な展開。一致すげえ。イッチくん、素晴らしい成果だ。障害ゼロ。しかも業務効率が 30% 向上した。若手の成長スピードも上がっています。ドキュメントがあるから教育もしやすい。ベテランさんに連絡を取る。あなたの条件は受け入れられません。イッチくんが完璧に運用してくれています。様、スカッとした。さてベテランのその後だが、大手企業に転職したぜ。年収 1.5 倍だ。ここでも俺の頭の中の知識で無双してやる。ベテランさん、システムのドキュメント作成をお願いします。ドキュメントを。はい。当社は ISO 認証を取得していますので、全ての業務にドキュメント化が必須なんです。でも前の会社ではドキュメントなくても問題なかった。俺の頭に全部は言ってるから必要ない。それでは困ります。業務命令です。ドキュメント作る時間があったら仕事する。また同じこと言ってる。学習能力ゼロ。ベテランさん、何度お願いしてもドキュメント作成してくれませんね。使用期間中の業務遂行能力不足と判断します。契約を解除させていただきます。なんだと、俺の20年の経験を無駄にするのか。経験以前に会社のルールが守れない方は困ります。自業自得。様。そして会社の法務部から連絡があった。ベテランさんの退職時の条件要求について月100万円かける3年の要求は脅迫に該当する可能性があります。会社として法的措置を検討しています。そうなんですか。はい。先方に通告し示談を求めました。結果示談金200万円を支払うことで合意しました。逆に金払うことになった。完全に積んだな。さらに聞いた話だと、ベテランは業界内で噂が広まり、ドキュメント拒否で契約解除、驚覚未遂で示談金200万、転職先でトラブル、法的問題、業界内での悪評、三重の大失敗だ。もうどこも雇ってくれないらしい。 IT 業界は狭いからな。こういう悪評はすぐに広まる。自分で自分の首絞めたな。今をほう。完全に積んだな。自業自得。イッチくん、君のナレッジベースは素晴らしい。今期の社長賞を授与する。賞金100万円だ。ありがとうございます。さらに主任に昇進させる。君のナレッジベースを全社展開し、ドキュメント文化を根付かせてほしい。はい、頑張ります。おめでとう、一致。さあ、本当にすごいです。まさか社長賞とは。やるね。ありがとうございます。皆さんの協力のおかげです。一致すごすぎる。完全勝利じゃん。その後、ナレッジベースは全社で活用されるようになった。各部門でドキュメント化が進み、業務効率が大幅に向上。営業部でもナレッジベース使ってます。提案資料のテンプレートとか超便利です。総務でも活用してます。新入社員の研修資料も全部まとまっていて助かります。若手の育成スピードも上がり、チーム全体が活性化した。新人の僕でもすぐに仕事を覚えられました。先輩に解く前に自分で調べられるのが良いです。さらに業界誌からの取材依頼もあり、ナレッジマネジメントの成功事例として紹介された。これすごい。一致のおかげで会社全体が変わったな。他社からも視察依頼が来るようになった。一致、また取材の依頼来てますよ。マジか、ありがたいな。一致さん、俺もナレッジベース見てます。めちゃくちゃわかりやすいです。そう言ってもらえると嬉しいよ。一致くんのおかげで部署全体の生産性が上がったよ。他の部署にも展開していきたい。はい、全力でサポートします。一致の大勝利。これぞプロフェッショナル。というわけで、知識を人質に取ろうとした古参 SE の話でした。ドキュメント化って本当に大切だと実感した。最後まで読んでくれてありがとう。ドキュメント化は本当に重要だから、皆も実践してほしい。牛をつ。参考になったわ。うちの会社でも実践しよう。めっちゃスカッとした。ドキュメント化の重要性がよくわかった。イッチみたいな人と働きたい。老害の末路がスカッとした。